こちら1番、ニューをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今後のお仕事、取り組みの流れについてリーディングしていきます。現在お仕事をされていない方でも、趣味や取り組み、そして学校などと置き換えてご覧いただきます。はい、それでは見ていきましょう。それではこちら制逆を取って見ていきます。現在の現状とか周りの状況、そして今後の流れについて見ていきます。タロットカード、そしてオラクルカードからもらっていきます。はい、デビルの逆位置、カップの5、そしてペンタクルスの5。続けてルノーマンカードからももらっていきます。今現在のお仕事の流れを見ていった後に、転職するとするならば、その後どういう風になっていくのかという展開も合わせて見ていきます。はい、蛇のカード、そして無知とほうきですね。そして家のカード出ています。では現在のお仕事の状況や周りの環境など今後の流れも合わせて見ていきます。深くまとわりついていたものが今あなた様にありました。それは社内環境が原因のように感じられます。ずっと耐えていたことやストレスに感じていたものからやっと抜け出す時が来ました。あなたのことを助けてくれる人も現れます。仕事に対して失いかけていた情熱や会社内でのトラブル、人間関係での揉め事、自分の中のモヤモヤから今あなたは決断を一つしました。周りのしがらみや自分の中でこだわりすぎていたことを手放すということです。転職を考えている方もいるかもしれません。身の回りをきれいにする、心身ともに整理をつけていく様子が見えます。あなたが今苦しい状況から解放される時です。本当に自分らしく働ける居場所、やり方、進み方を変えていくのではないでしょうか。自分らしく安心できる環境や場所に向かってすでに状況は動き出しています。もうすでにあなたにまとわりついている気持ち、思い、環境というものをすでにもう手放しています。もやもやしていたこと、がっかりしていたこと、期待通りにならなかったこと、思い通りに進まなかったことからあなたはもうすでに整理をして手放していってるんですね。寒い外からこの暖かいお家の中へ入っていくこの未来の様子が見えます。この暖かい場所へ迎え入れてくれる人もいると思います。助けてくれる人のもと、あなたは今新しい場所、暖かい場所へ向かって決断して向かっていくというふうに出ています。このような流れを見ていくので、転職を考えている方、もしくは環境を変えようとしている方、そんな方が多いのではないかと考えています。ではこのまま見ていきましょう。転職するならいつなのか、時期やタイミング、そしてどんなお仕事になっていくのかという展開も見ていきましょう。また転職しなかった場合のパターンも見ていきます。では一度カードを寄せさせていただきます。ではまずトランプから転職する時期を見ていきましょう。お、出てきましたね。これは出てきました。13日です。13のつく日、13日、13週間後、13のつく日。このような13というのがまず入ってきています。そして合わせて見ていきます。もし転職した場合どうなっていくのか、展開を見ていきましょう。この現状の流れを見ていくと、あなた様の中でもすでに答えが出ている方が多いのかなというふうに思います。今までとても苦しかったんじゃないかなっていうのがもうタロットカードから見てわかります。ただそれはもうすでに終わりを告げていて、あなた様自身の中でももう決断もできているんじゃないかなっていうふうに感じています。はい、では見ていきましょう。転職した場合です。どのような流れになっていくのか。はい。
では次に転職しなかった場合も見ていきましょう。転職と今言葉を使いましたが、転職だけではなくて今の会社のまま環境を変えていくという風な流れでもこちらをご覧ください。今の状況を変えないまま耐え続けていたらどうなるのかというのも今出していきます。はい、ワールドの逆、そしてペンタクルスのエースの逆、そしてソードの9が出ています。まず転職した場合から見ていきましょう。転職していった場合、今の苦しみから抜け出すことができます。きっと人のためになること、手助けとなること、教えたり自分の持つ知識を生かすお仕事が向いていると思われます。なぜならここに出ているこのトランプですが、これは葉落百合という皇帝の王冠と言われているお花です。こちらの花言葉は才能や人を喜ばせるというものがあります。ですのであなた様にも自分の持つ知識を生かすようなお仕事が向いているのではないかなというふうに感じました。ただしここはカップのナイトの逆位置が出ています。周りの環境次第であなたの才能の生かし方が変わりやすいと出ています。環境次第とも言えそうです。自分のやりたいこと、望んでいる環境を胸に留めてご自身のお気持ちを大切にされてくださいね。今後どういうふうに自分が進めていきたいのか、どういうお仕事、どういう環境でやっていきたいのかというのをイメージされてください。ただし転職された場合は今の辛い環境から抜け出すことができます。では次に転職しなかった場合です。また転職ではなくて状況を変えなかった場合でもご覧いただけます。その場合は今の状況のまま何も考えずにいるのでは、あなたの気持ちやモチベーションが下がる一方でしょう。仕事へのやる気ももっと失われていきます。思うように進まず、未知の生物と不眠不休で戦い続けるくらい厳しいと感じるかもしれません。ここに出ているこのドラゴン、見えない敵とずっと戦い続けるような苦しい思いをされるのではないかなというふうに思います。そしていつまで経っても自分の思うように進まない、自分の世界が完成されていないというふうに感じるんですね。そして大切なものも手につかむことができない、仕事へのモチベーションが上がらないというふうに出ています。このように見ていくと転職していった場合、転職しなかった場合と大きな差が出てきました。そして転職する場合であればタイミングとしては13です。13ヶ月後、約1ヶ月後、約1年後、もしくは13のつく日や13週間後、このようなタイミングが良いと言われています。では最後に転職した場合、もしくはしなかった場合もどちらもあなた様の選択一つとなっていきますが、ここに対してのアドバイスをいただいていきましょう。ではいただいていきます。はっきりともう分かりやすいように出てきていますね。現状、そして自分自身が今変えたいと思っていること、そのまま進んでいってもいいのではないかなというふうにカードが言っていますね。はい、もらっていきましょう。カップの10出ていますね。とてもポジティブなカードが出ています。そしてこちらですが、これはね少し横になってしまったんですが、やっぱりねテンペランス出てきますよね。節制のカードです。節制ね、横で出てくるととても分かりやすいんじゃないかなって思うんですよね。カードあまりね動かすとまた照明で光ってしまうので気をつけてはいるんですが、バランスをいかに自分でうまく取っていくかっていうのが課題という風になってくるんじゃないかなと思います。アドバイスですね。自分自身の心身ともに健やかになれるような環境づくり、もしくは移動して新しく移り変わって転職してとか、そのようなことも言われています。自分の環境を変える、もしくは自分でね環境を変えていく、場所を変わっていく、いろんなことをやっていく中で自分自身の心身のバランスが取れることを選んでいってくださいというふうに言われています。もちろん仕事のモチベーションと収入とかそういうようなことも言われています。自分の生活、そしてモチベーション、または自分の心身、ストレスがかからないような環境を選んでいく、このような自分自身のバランスってことを言っていますね。
もちろん仕事がなければ生活ができないので、お金も大事です。収入も大事。仕事に対するモチベーション、または自分がストレスのかからないような環境や、そのように変えていく自分の力、いろんなことをコントロールしながら自分自身がどうやったらうまくやっていけるのか、あとは周りとの調和とも言われているんですね。あなたがあなたらしくいるために、また周りとうまく調和していくために、そうなんです。調和というのもここの節制のカードで言われています。調和というのがテーマとなっていくのではないかなというふうに感じました。そしてオラクルカードからももらっていきましょう。出てきたカードをもらっていきますね。このカードです。ディライト。すずめさん、みんなでやっていきましょう。みんなで群れをなしてやっていくんだよってことを言われていますね。このカードからは、なんかね、虹のかかったようなお空っていうのが似ていますね。この1羽のスズメはあなた様です。スズメは群れをなして生活している生き物ですので、あなた様にも群れ、集団、周りとの調和、これが今あなた様に求められているもの、またはあなた様自身が求めているものかもしれません。自分が孤立しているように感じるとか、今の環境が厳しい、誰も助けてくれる人がいないとか、そのように感じている方も多いかもしれません。ただここであなた様の味方になってくれる方が現れてきます。そして環境を変えていくことや、自分が望んでいること、周りと調和をとっていくこと、このようなことをイメージしてやってみてください。あなたは自然と周りとうまく溶け込んでやっていけます。こうやって自分自身の流れを見て自分で決断されてみてください。決断されて自分がいいイメージを持つ方へ動いていくと、周りの環境も自然と整ってきます。そして人も集まってくるようになっていきます。チームワークがより取れて、そしてもっと仲良く周りとやっていけるような環境となっていきます。自分自身が自由に羽ばたいたりとか、好きなことができたりとか、もっと自由を楽しんだりとか、たくさんの人、周りの人、チームの人とチームワークを楽しむ、喜ぶ、そのようなことを意識されてみてください。あなた様は今決断されていくこと、そして注意されることも今出ていますので、これを意識してやっていくことでどんどんと変わっていくと思います。今の状況を変えるか変えないか、大きく流れがはっきりと分かれてきました。あとはこのアドバイスをぜひ胸に留めてやられてみてください。そしてまたこの転職をするのであれば、タイミングとしてはまた13という数字が出ていますが、こちらの選択していただいた New というカードは、アイテムやメッセージ、アクションなど何かのことがあなたに訪れた時がタイミングと言われています。しかしこのタイミングは争いの元となることかもしれませんので、こちらを覚悟しておきましょうとも言われています。このあなたの収穫した実を、赤い実を取っていってしまう妖精がいるんですね。少し怒っているようなあなたの姿も見えます。ですのでこれがもしかしたら争いの元となるような事柄がタイミングとなるかもしれませんね。争いと聞くと少し心配だなというふうに思ってしまうかもしれませんが、そこまで大きな争いではありません。あなたの中で争いとは言わずとも、何かのタイミング、きっかけとなるようなものがあなた様の中で分かる瞬間がやってくるんですね。例えば誰かからメッセージを受け取って自分自身で流れを変えたいと思った時、または誰かが訪れてあなたを助けてくれようとした時など、いろんなタイミングであなた様が気づきを得る瞬間が出てきます。あなた様が周りの環境を変えようとしていくと、このカードも言っている通り、もしかしたら一部では揉めたりとか、また転職をする時にあたって辞める辞めないとか、仕事で引き止められるとか、そのようなこともあるかもしれません。これがいわゆる争いの元となるかもしれませんねというふうに言われていることです。ただあなた様の中ではもうすでに決断は決まっているかと思います。自分自身を信じて、自分のもっと活かせるような、自分の才能を活かせるようなお仕事に向かわれてやってみてください。転職とまではいかなくても、自分の才能をもっと活かせるような環境を変えていったりとか、今の仕事の中でどうすれば自分がもっと自分らしくやっていけるのかっていうのをイメージしてやってみてくださいね。ではこちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつも高評価やコメントもありがとうございます。とても励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではこちら2番、プシーをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお仕事についてです。今後のお仕事、取り組みの流れについてリーディングしていきます。現在お仕事をされていない方でも、趣味、取り組みや学校などと置き換えてご覧ください。では早速、今の現状、周りの環境、そして流れを見ていきます。はい、それではタロットカードとルノルマンカードから回っていきましょう。久しぶりにお仕事についてリーディングしています。今回は転職を考えているあなたへ、もしくは今の状況を変えたいと思っている方へ、リーディングをしていきます。はい、見ていきましょう。カップの5、正位置、そしてワンドの2の逆位置、あとはムーン、月のカードが出ています。やはり今のお仕事とか取り組みに対してはうまくいっていないとか、自分の思う通りに進んでいない、どうやって進んでいこうかわからないとか、そういうような方が多いのではないかなというふうに感じています。またこの2番をお選びいただいた方、自分の期待が外れてしまったという方もいるかもしれませんね。新しく取り組もうとしていたプロジェクトに対して自分の思うように進んでいないとかね、そういうのもあります。そうですね。ではルノルマンカードからももらっていきましょう。雲のカードが出ています。もやもやしている。そして24番ハートのカードがお仕事の流れに出てきています。そして山のカード、何か障害に感じるようなこととか、今これに乗り切らなければいけない高いことが自分のね、壁として立ちはだかっているとか、そんな風に感じる方も多いんじゃないかなとは思います。ただここにハート、愛のカードが入ってきているので、これをどう読み解いていくのかっていうのも合わせながら見ていきましょう。では現在の現状、周りの様子、今後の流れなどカードを出していっています。今あなたが予想していなかった出来事、そしてあなたの中では事件と言えるかもしれません。それくらいの大きなことや急に変わったこともあって対応が厳しいと感じているのではないでしょうか。心や体に不調を感じる方もいるかもしれません。女性の方は月経の周期が乱れやすくなったり、ホルモンバランスも崩れがちの方もいるかもしれません。思うように進まない仕事、成功を感じられずに不安な思いやモヤモヤした気持ちになっていませんか？変わりやすい状況の中で周りの意見に左右される場面もあるかもしれませんね。そんな中、自分の気持ちがどこを指しているのか、自分の軸を今一度感じてみることが必要となってきそうです。今後もプレッシャーに感じることや課題などが目の前に出てくるかもしれません。乗り切れるかどうか心配になったり、自信をなくしてしまう瞬間も出てくるかと思います。長く険しい道のりだと感じるのは、この先転職するのを考えているからでしょうか。それとも仕事を辞めてからこの先どうなるのかわからないからなのか、それとも今の会社の中で障害や課題をクリアできるのか不安に思うからなのでしょうか。いずれにしろ自分の中の心、気持ち、この先どうしたいのかっていうのを大切にされてください。今自分軸の中で周りの環境に左右されやすいところでもあります。このハートのカード自体はとてもポジティブなカードなんですが、周りに出ているのが雲のカード、もやもやした気持ち、そして障害に感じるような山のカードが出ています。なので周りの環境、そして急な出来事に対応できないとか、そういうようなことで自分自身が揺れ動きやすくなってしまうかもしれないんですね。ここをいかに対応していくのかっていうのが課題となってきそうです。転職するにしても、転職しないで今の状況を乗り越えていくにしても、自分の気持ち、お心、そしてメンタルっていうのも関わってきそうですね。ではこのように見てきましたので、この後転職したらどうなっていくのか、
または転職しなかった場合、この課題をクリアしていけるのかというものを見ていきましょう。ではこちらのタロットカードからもらっていきます。まずはあなた様が転職した場合どうなっていくのか。今ご自身の中で不安に思っていること、うまくいかないなって思っていることは転職につながるようなことなんでしょうか。それとも転職までとは考えていないけど今の状況を何とかしたいと思っているのでしょうか。その2パターンで見ていきましょう。まず転職した場合です。ペンタクルスのページ逆位置で入っています。そしてあとはワンドの6、正位置、そして運命の輪入っていますね。やっぱり大きな流れになっていく、自分で流れをものにできるとか、あなた様の中で転職したら人生がガラッと変わるようなことになっていくかもしれません。では次に転職しないで今の仕事の中で、会社の中で今の障害とか自分がプレッシャーに感じているもの、どういうふうにやっていくのか、どう流れていくのか、展開を見ていきましょう。もし転職を考えている方であれば、この上の転職した場合っていうのを重視してご覧になってみてください。はい、では転職しなかった場合です。まずソードの5が出ています。そしてカップのナイト出ていますね。そしてあとは、ワンドの2の逆位置出ていますね。そうですね、どちらもアドバイスは必要となってくるかもしれません。そして決めるのがあなた様次第というのがカードが言っていますね。すごく伝わってきます。どちらの道も今カードで示すけど、これを決めるのはあなた様だよっていう風にカードがこの6枚から伝わってきますね。では転職した場合っていうのはどのタイミングで転職したらいいのかというタイミング、数字でもらっていきましょう。ジョーカー出ていますね。ジョーカーなのでちょっと先が見えないよってことも言っている。そう、やっぱりあなた様次第っていうね、このね、今自分の中でまだ迷われているっていう方もいるかもしれませんね。転職するならジョーカー、あなた様の流れ次第っていうのも言っています。ではこれを含めて見ていきましょう。では転職をした場合と転職をしないで今の会社を続けていった場合、どうなっていくのかというのを見ていきます。まず転職した場合はチャンスが巡ってきます。もう運命の輪が出ていますので、流れが変わり、今まで抱えてきた問題が解決されると思います。自分自身がどうしたいのか、どう進んでいくのか、目的がはっきりとしてきます。お仕事、会社を変えることで環境が変わるのですが、もしかしたらなんですが、このカードの絵柄を見ていくと、ご家族、もしくは恋人が関わってくるのかなというふうに感じました。転職することであなたの愛する人たちに安心感を与えるのかもしれません。もしかしたら今の状況で心配をかけていたりとか、なかなか会えない、帰宅する時間が遅いとか、そういう場合もあるかもしれません。ご家族もしくは愛するパートナーに対することがここで入ってきています。もう大丈夫だよっていうのがここで言われているんですよね。そうなんです。このタロットカードに大きく入ってきていまして、ここにも相手っていうのが出てきているんですよね。そしてここにもです。私にはこれはお子さんのように感じました。お子さん、パートナーとか、なので家族とか愛する方っていう風に感じたんですね。また今は家族や恋人がいませんっていう方でも、好きな人という風に見ていただいてもいいかもしれませんね。好きな人がいる方でも同じようなことが言われています。今の仕事であなた自身の心身ともに疲れが見えていたりとか、あとは帰宅する時間が遅くて好きな人となかなか話ができなかったりとか、そういう時間が持てなかったことに対して、これからは時間が取れていくよっていうふうにお相手に安心感を与えるようなことにつながっていくのかもしれません。ただ一つ、
転職するまでの間、お仕事が一時期なくなるということで、一時的に収入がなくなっていく、もしくは転職した先で今の仕事よりも少しだけ収入が少なくなる場合もあるかもしれません。ただ、これらは変えていくことができます。今転職したばかりの時は収入が少ないかもしれませんが、これからあなたがどんどんと昇給していくことで給料も変わっていく、収入も増えていくと思いますので、ここは今まだ少ないよってことは言ってるかもしれませんが、これから先どんどん変わっていきますってことも言われています。そして転職しなかった場合はどうなっていくのか見ていきましょう。転職しなかった場合は、今の会社の中で現状を打破しようと取り組まれると思いますし、実際に状況は変わるでしょう。課題となるのは、どうしたら会社、もしくは相手のためになるのか、そして利益になるものを与えられるか、自分のことだけではなく、周りの環境や会社のこと、そして一緒に働いている仲間たちのことを思いやる言動が必要となってきます。そしてここにもやはりパートナーがいらっしゃるんですよね。あなただけではなく、ご家族、恋人とか誰かがここに関わってくるような感じがするんです。どちらの場合でもこの相手が出てくるので、かなりここが強く出てきてるのかなというふうに感じました。今の環境のまま仕事を続けていくのであれば、課題になってくることは先ほどもお伝えした通りです。ただここにパートナーっていうのも関わってくるんですね。この会社の方々だけではなくて、パートナー、家族、もしくは好きな人とかあなたのお相手になるような存在のことを気にかけていく必要があるかもしれません。このパートナーっていうのがかなりこのね、ハートもさっき出てきた通りあるので、愛ですよね。自分の軸というのももちろんそうかもしれませんが、もしかしたらお相手、ご家族、パートナーとかそのようなことも言われているかもしれません。あなたのお仕事が今愛に関係するようなことになるかもしれません。家族愛、パートナーとの人間関係、または好きな人との関係に大きく関わってくるかもしれませんね。そうなんです。例えば社内恋愛をしているとか、そういう方もいるかもしれませんし、ご家族を実際に持たれている方もいるかもしれません。パートナーと一緒に同棲されている方もいるかもしれませんし、あなたの収入で今好きな人と会えている、デートができているとか、そういう方もいますよね。お金と愛っていうのは比べようがないんですが、ここはね、かなり出てきていますよ。ハート、そしてお金とかパートナー、家族っていうのが出てきています。あなた様が今貫きたいもの、思いを手紙として文字として起こしていますので、あなたが今伝えたいこととか、こうしていきたいとか、そういうようなものを見つけるとき、またはもう見つかっている場合は伝えていくとか、伝えている場合は行動にしていくとか、そのような手順を踏んでいくような時がやってきているのかもしれません。ただ現状では周りは雲と山です。山に囲まれて険しかったり、雲行きが怪しくなったりしやすくなっています。状況にかなり左右されたりとかもしやすい時でもありますので、今後どういうふうに決めていくのかっていうのは、やはりこのジョーカーが出ているかのように、あなた様が決めていってくださいねっていうことを言われています。どう受け止めていくのかっていうのがあなた様にかかっている。もちろんカードが全てではありませんので、どんな結果になっても決めていくのはあなた様次第なんです。はい。そしてここにもね、選択していただいたカードに月が出ているんですよね。ここにも月が出ています。いかに自分の気持ちが揺れやすくて不安定でとか、周りの状況が不安定な状況にあるのかってことをすごく強く言っていますね。不安定になるような自分の気持ち、そしてあとは鳥ですね。自分に情報を持ってきてくれるようなことがやってきます。つまり今の状況に対する不安になる気持ちか、もしくは新しく入ってくる状況か、どちらかっていうことをね、今ここの岐路に立っているような状況でもあるんじゃないかなと思います。そしてこのジョーカーっていうのは、ね、これは紫爪草という花です。これはですね、花言葉は善良で陽気、豊かな愛。やはり愛が入ってくるんですよね。あとは勤勉、実直を表しています。
そしてこの花自体は女性ホルモンの乱れを整えてバランスをとってくれる効能があります。こちらはこの紫爪草に関わらず種類問わずハーブティーをおすすめしたいと思います。温かいハーブティーをぜひ飲んでみてください。特に女性ホルモンが乱れているなとか、月経が今不順になっているなとか、そういう方にとっておすすめです。またそうでない方も今温かい飲み物とか紅茶、ハーブティーを飲んでいくことで自分の心をリラックスさせる効果がありますので、おすすめしていきたいと思います。また転職するならどんな仕事が向いているのかということですが、これはですね、例えば医療関係とか、あとは女性の体に関することですね。婦人科系のお仕事とか、女性の心の相談のお仕事、あとは女性だけではなくて、ここにお子さんとかも出てきているので、例えば保育の仕事、介護の仕事、看護の仕事、誰かに愛を注ぐような仕事、自分の気持ちを伝えるようなお仕事、そのようなものをお勧めしたいなというふうに思います。大まかに大体の傾向をお伝えしたんですが、ご自身の中でこれがいいかなというふうに思うものがあれば、それもおすすめですよ。例えばハーブという言葉が出てきたので、アロマとか、ね、そういうのもおすすめしたいなと思います。アロマセラピーの資格を取るとか、そういうのもありますよね。またこの転職に対しては、ご自身が望む転職という可能性もあります。自分でチャンスをつかみ取っていくって場合もあるんですが、チャンスの方があなたにやってくるということもあります。そのような展開にあなたが流れていく、自然とそうなっていくということも考えられます。そういう意味でここにジョーカーが出てきているのかもしれません。具体的な数字をトランプが出してくれませんでしたね。それでは今この転職するか、そしてしない場合はどうなっていくのか、両方を見ていったんですが、すべて総合してアドバイスをもらっていきましょう。ではオラクルカードからもらっていきます。はい、こちらのカードもらっていきましょう。そしてタロットカードからもアドバイスをもらっていきましょう。これは灯火ですね。火です。焚き火の火ですね。焚き火の動画を見たりとか、あとはキャンドルを灯したりとか、そのようなことで火を感じる、温かな火を感じる、揺らぐ火を感じるとか、そういう灯火を感じることがいいかもしれません。ワンドの8の逆位置で入ってきています。これもアドバイスとしてもらっていきましょう。今までいろんな現状があって、いろんな経験をしてお辛いお気持ちを抱えていた方も多かったと思います。叶いたいものが叶わない。そうなんです。ここでもワンドの2が一番最初に出ていましたね。ここです。なかなか思うように進まない。今のお仕事で自分の叶いたいことが叶えられないとか、うまくいかなかったこと、ここ未来でも出てるんですよね。転職しなかった場合も同じようなカードが出ています。ただここにパートナーが現れているので、この先かなり今現在好きな方がいないという方でもこの先出てくるかもしれません。そして好きな方とか人間だけではなくて、自分が愛情を傾けているものとか情熱を傾けているものにあなたが巡り合うとか、今持っているものに対してのバランスが取れなくなってくるかもしれないということも言われていますね。例えば趣味の時間が取れなくなっていくとか、そういうこともあります。今までの状況を見ていくと、かなり不安定な状況っていうのが見えてきているんですね。それに対してここは心配だとか、こうしなきゃいけないんじゃないかとか、無理に考えすぎてしまっていたりとか、自分自身ガチガチになっていた方もいるかもしれませんね。心もガチガチ、頭もガチガチ、そうなってくると心身のバランスが崩れてくるんです。ホルモンバランスの乱れ、心の乱れとか、不安定になりやすくなってくるんですね。まずはリラックスしていきましょうということを言われています。あなたがこの先転職するかしないかではなくて、どうするのかっていうのを決める手前でまずリラックスしてください。そして一息入れていきましょ
温かい飲み物を飲んだりとか、キャンドルを灯すとか、あとは夜空を見上げるとか、こういうほのかな光を見るとか、そのようなことでリラックスしていきましょう。あなたが心を解放していくと、すべて順調に進んでいきます。そして決して焦らないことです。いろんなことがやってくるかもしれません。いろいろ変えたくなったりとかするかもしれませんね。運命の輪、そしてハートも出ているので、自分の気持ちが揺さぶられることとか、あとは周りの状況にどうしても逆らえないようなことが現れたりとか。ただこれはいい意味です。チャンスがやってくる。自分の心の状況に追いつかないほどのすごい勢いで物事が変わっていくかもしれません。それで焦ってしまうようなところも出てくるんですね。どうしようっていう風に。ずーっと土砂降りだったような自分の心、環境がいきなりパーっていう風に晴れるんですね。そうなると、今まで雨に慣れていたので、いきなり晴れてしまうと、どうしようっていう風に思ってしまうかもしれないっていうのを言われてるんですよね。なので、リラックスして焦らずマイペースにやっていきましょうって。リラックスすることで流れにうまく乗っていけますし、そしていろんなことがもしあったとして焦ったとしてもリラックスして、そして乗っていく、そういう流れがもうすでにできていますので、自分自身で今リラックスできる方法とかいろんなこと今から探してみておいてください。例えば半身浴をするとか、ウォーキングをして気分転換をする、音楽を聴くとか、あなた様自身にとってのリラックス方法っていうのを見つけておいて、それをぜひ実践してみてくださいね。そして選択していただいたカードからもいただいています。このプシーというカードは、周りの意見より自分の意思を優先することが必要ですというふうに言われています。あなたは正しい判断をすることができます。目的があるのであれば、また目的を見つけたのであれば、そのために進んでいきましょう。今その岐路に立っているところでもあります。自由に羽ばたいていくのか、自分の不安定な心とどう向き合っていくのか、そういうことをいろいろとあると思いますので、試すことを試すとか、気をつけることを気をつけていくというようなことをやってみてください。リラックスしたりとか、落ち着いて行動したりとかすることで、自分のこの先どういうふうにやっていけばいいのかとか、どうしたいのかっていうのが見えてきます。決まったらあとは進むだけです。前向きに明るく捉えてやっていきましょう。そして落ち着いてリラックスして、そしてパートナーやご家族のいらっしゃる方、もし相談できるのであればパートナーに相談してみてください。あなたのことを応援してくれると思いますよ。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また、いつも高評価やコメントもありがとうございます。とても励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。では3番、ガンマをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お仕事の流れについて見ていきます。現在お仕事をされていない方でも、趣味、取り組みや学校などと置き換えてご覧ください。では、これから現状、周りの様子、そして今後の流れを見ていきます。では、もらっていきましょう。タロットカードからもらっていきます。今の現状、例えば何か問題があるのかとか、あなた様がどういうふうに感じているのか、周りからの評価はどうなのかとか、そのようなものを具体的にもらっていきます。まず、ペンタクルスの4入っています。そして、カップの3入っていますね。では、もう1枚、ソードのキングも入っています。すべて正位置で入ってきていますね。とてもいいと思います、今。そして、こちらのカードからももらっていきましょう。合わせて見ていきます。周りの環境だったり、今後の流れ、近々の流れですね。近い未来の流れとか、そのようなものも全ていいと思います。
鍵のカードが出ていること、そしてあとはブック、本のカードですね。とても今やる気に満ち溢れているんじゃないかなと思うんですよね。そして怒りのカードも出ているので、仕事の中でのあなたの信用度とか信頼度、周りからの評価があるとか、そしてあなた様自身も意欲的に仕事に取り組んでいるというふうに感じられます。とても仲良くやっているんじゃないかなっていうのも入ってきていますし、お仕事バリバリ頑張ってますよっていうのもあります。今順調にやってらっしゃる方多いんじゃないかなというふうに感じますね、3番の方は。ただあなた様が頑張る一方で少し今心に負担を感じやすかったりとか、心に負担、体にも来てる方いるかもしれませんね。ちょっと無理をしすぎているっていうところもあるかもしれません。ただ周りとはとてもうまくやれている、協調も取れている、調和も取れていますね。そして自分に収入もちゃんとあるんですよね。今の仕事の収入とてもいいんじゃないかな。ご自身の中で満足されてるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。それでは現状を見ていきましょう。今の状況に満足されている方が多いのかなというふうに感じています。もしこの時点で違うなというふうに感じましたら、他の選択肢をご覧になってみてください。カードで見ていきますと、あなた様は状況を把握して物事を進めたり、決断力もあります。意欲的に学ぶ姿勢も見えますし、周りの人たちもとても協力してプロジェクトに取り組んでいます。仲間とやり遂げる達成感を味わっているのではないでしょうか。また独立してあなたが会社を立てる、起業する、または社内で昇進してリーダーになったという方もいるかもしれません。あなたの実力や積み重ねてきた努力で周りからの信頼度も厚いですね。収入も満足にいただいているのではないでしょうか。まっすぐと前を向いていますので自信が伺えます。強くもあり美しくもあるんですよね。このカードとても素敵なカードです。また仕事はすごく頑張るよっていう姿勢で、あとはですね、こうやってみんなで乾杯しているカードもあるので、仕事が終わったら仲間と一緒に飲みに行くとか、そういう楽しみを持っている方もいるかもしれませんね。コミュニケーション力もすごくあるんですよ。はい、というような今の現状が見えてきています。ではこの状態で転職したらどうなるのか、もしくは転職しなかったらどうなるのかというふうに見ていきたいんですが、今の状況ではとてもいい状況なんですよ。なのでこの状況から転職をするというのはあまり考えづらいんですが、ここは起業するとか独立するという意味も含めて、転職したらどうなるのかというのを見ていきましょう。3番さんはちょっと特別となっていきますね。起業したらどうなるのかとか、ご自身のやりたいことをやっていったらどうなるのかっていうのでまず一つ。あとは今の状況をキープしていくならどうなっていくのかというのをもらっていきましょう。それではタロットカードからもらっていきます。今のあなた様は十分お仕事をとてもやられています。結果も出しています。周りからの信頼も厚いです。もしかしたら何かもうすでに会社をやられている、経営されているという方もいるのかもしれません。独立してフリーランスで活躍されている方もいるかもしれませんね。接客業という方もいるかもしれません。その方々はお客様からの信頼が厚いというふうに感じられます。はい、ではカップのペンタクルスの2、失礼しました。これは今あなた様が独立した場合どうなっていくのかっていうのを見ていきましょう。何か自分自身で物事を立ち上げていく、スタートさせていくような段階でもあるのかなっていうふうに感じます。ですのでこのような形で見させていただきます。あとはソードのエース逆位置で入っているのと、ペンタクルスの A と逆位置で入っていますね。では今の会社もしくは今の状況を続けていった場合です。またもらっていきましょう。シャッフルしていきます。はい、
ではどうなっていくか見ていきましょう。はい、1枚目がペンタクルスのベージュです。そしてワンドの5ですね。そしてソードの7入っています。ではこの独立するタイミング見ていきましょう。もしあなた様が転職もしくは独立してやっていくとか、今の活動を環境を変えていく場合、どういう風なタイミングで行動に移していけばいいのかという数字をもらっていきましょう。はい、これからもらっていきます。8です。8が数字として入ってきています。確かにここも26番 2+6 で8、3+5 で8、8というのも結構入ってきていますね。ではあなた様が転職もしくは独立した場合と、あとは今の会社で今の状況で進めていった場合どうなるのかというものを見ていきます。まずこちら側からです。仲間と一緒に旅に出る姿が見えています。副業かもしれませんね。コインを2つ抱えて移動していますので、あなたには2つのことを同時にやっていこうとか、バランスを取りながらやっていこうという姿が見えます。このカードを見ていくと、今までの技が通用しないというようなあなたにとって障害となるようなことが出てきそうです。成果が出るまで時間がかかるかもしれませんが、これはそういうものだというふうに念頭に置いて取り組んでいってみましょう。中には自分の手持ちのものを手放すことが出てくるかもしれません。例えば仕事に没頭していて他ができなくなる。例えば今仕事に取り組まなければいけないので遊ぶ時間がないとか、恋人に連絡する時間がなかなか持てなくなってしまうというようなことが出てくるかもしれません。また新しく始めていくことで初期費用などの最初の出費というものがかさばってきそうです。出費だったりとか、あとはバランス取りながらやっていこうというふうに思っていたものがなかなかうまく取れなくなったとか、そのようなものが出てきてはいるんですが、諦めずに取り組んでいくことで成果が出てきますよというふうにも出ています。そしてこのような独立、転職のタイミングとしては8のつく日です。8週間後、8ヶ月後というような8というのが数値として入っています。また転職をしなかった場合、今の状況で続けていくとどうなるのか。この先順調に進んできたことに一旦休憩のように休む時間が出てきそうです。一回立ち止まってみんなで話し合いながら決めていくっていう風に感じられます。あなたの持つ考えを周りとのやり取りを通じてレベルアップしていく未来が見えています。失敗しても落ち着いて話し合いながら取り組んでみましょう。今までの成果は周りの協力とそれを束ねるあなたの力や計画性があったからこそです。今まで順調にいっていたこと、そのまま続けていくような感じですね。ただ何かしらの障害が出てくるとか、今まで通り順調にいかないようなことがあったとしても、周りの人と立ち止まりながら切磋琢磨し合いながら進んでいきましょうというふうに出ています。油断は禁物ですよというのも出ていますので、こちらも注意してみてください。これは言葉や情報などを司るソードのカードです。ですので今まであなたがリーダーとしてやってきたこと、原動力、決断力っていうものがここにも出てきているんですよね。今まであなたがリーダーとしてやってきた、まとめてきたことがここ少し油断してしまうと足元すくわれるようなことになるかもしれないので、ここは気を引き締めながらもやっていく。そして時にはみんなと話し合いを重ねながらやっていくっていうような、両立させてやっていくようなイメージが入ってきています。周りとうまく話し合いながら、そして自分の決断力っていうものもなくさずに、後ろを振り返ることなく前をまっすぐ向いて、このようにまっすぐ向いてやっていきましょう。ではこのように見てきましたが、ここでこのトランプからローズマリーというお花が入っています。ローズマリーの花言葉は祈り、思い出、そしてあなたが感じてきたことを覚えておいてくださいねというふうに言われています。今
今あなたが経験していること、感じていること、学んできたこと、これを生かしていくのか、新しいことを始めていく、転職していくことに生かしていくのか、今の状況を続けていくにあたっても、今まで学んだことを忘れずに積み重ねていきましょうというふうに言われています。そしてローズマリーというと肉料理などによく使われています。煮込み料理や肉料理ですね。このローズマリーを使って手作りの料理を作ってみたりとか、お店に行ってローズマリーが乗ってあるようなお料理を食べてみるというのもおすすめします。ではここまで見てきて、転職もしくは起業していった場合の道、またこちらは今の状況を続けていった場合とそれぞれ見てきましたが、ここで全体的にアドバイスをもらっていきます。どの道を選ぶにしても決定するのはあなた様次第となっていますので、ぜひ何か参考にされてください。ではアドバイスもらっていきます。はい、こちらからもらっていきましょう。ペンタクルスの2、同じカードが出てきています。同じカードと、あとオラクルカードからももらっていきましょう。今必要なメッセージとしてもらっていきます。物事をよく見ることっていうのも入ってきていますね。今あなた様の中で大事なものを2つあるんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。それはもしかしたら今のお仕事と仲間のことかもしれませんし、収入もしくは恋人の存在かもしれません。今大切にしているものが2つあって、それをうまくバランス取っていくっていうのがアドバイスとして入っていますね。あとはこちらのカードです。このカードは飛び立っていく鳥の姿が見えていますね。今あなたの生活から一歩外へ踏み出していってください、飛び立っていってくださいっていうふうに言われています。もしくは今までと違った方法をあなたが今試してみる時ですというふうにも言われています。周りの意見だけではなくて、あなたの心の声に従ってください。これから先の失敗を恐れようとすることはせず、そのまま受け入れてみてください。この失敗を恐れない心が後に成功を収めることへとつながっていきます。そしてこの選択していただいたこのカードからも、収穫の時が迎えていますよってことを言われています。大きな実り、そうですね、果物とかね、実りがたくさんなっていて、それをね、今にも収穫しようとしている姿が見えます。やはりこのカードも同じように言っていますね。周りの意見より自分の気持ち、意思を優先していきましょう。時には周りと話し合いすることも必要となってきますが、あなたには正しい判断をすることができる力を持っていますので、自分の目的のために進んでいきましょうということが言われています。今まで学んで培ってきたものに、あなたが今収穫の時期を迎える時がやってきています。今あなたの中に収穫していくもの、自分の力、知恵となっていくものは何なのか、それを受け取ってください。そしてご自身の中でどうするのかっていう道筋が見えたら、その後は進んでいってみてください。このようなことがアドバイスとして入ってきました。以上が3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また、いつも高評価やコメントもありがとうございます。とても励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。